身長富士スイミングクラブのエサです。今回の動画は水泳大会などプールで速く泳げるようになりたい人向けの内容になります。ただ海や川などで長い距離を速く泳げるようになりたいという方もプールで速く泳げるようになれば自信がつくはずです。ぜひ参考にしてみてください。プールで泳いでいる時にスタートする時やターンをする時は壁を蹴っていると思います。壁を蹴って水の中を進んで浮き上がってから泳ぎ始めています。この泳ぎ始める時の一かき目で呼吸をしてしまうと大きくスピードが落ちてしまう原因になるかもしれません。今回の動画ではこのスピードが落ちてしまうかもしれない原因について話していきたいと思います。以前の動画でプールで速く泳ぐためには壁を蹴った勢いを最大限に使って泳ぐという話をしてきました。これと大きな関係があります。クロールの呼吸動作というのは水の抵抗を受ける動きになります。つまり呼吸をすればするほどスピードが落ちるんです。そのため 0.01 秒 0.02 秒などを争う 50m 自由形の水泳の選手はできるだけ呼吸を我慢して泳いでいます。中には1回も呼吸をしないで泳いでいる選手もいます。皆さんがプールで泳いでいる時に壁を蹴って浮き上がって一かき目で呼吸をしてしまうとどうなるでしょうか。壁を蹴った勢いを使ってそのまま泳ぐことができれば早く泳げたり楽に泳げたりするんですけれども、壁を蹴って一かき目で呼吸をしてしまうとそこでいきなりスピードが落ちてしまいます。泳いでる時のスピードが速ければ速いほど受ける水の抵抗の量というのは大きくなっていくので、特に壁を蹴って速いスピードが出ている時の一かき目の呼吸で水の抵抗を受けてしまうと、その水の抵抗というのは普段泳いでいる時に行っている呼吸の時に受ける水の抵抗よりもはるかに大きくなります。また水中を水面に向かって上がろうとしている動作なので進む方向としては少し斜め上の方向になります。この斜め上に進んで浮き上がるタイミングで呼吸をしてしまうと上の方向に進む力が生まれているので普段の呼吸よりも体が上がりすぎてしまってその後に反動で体が沈んでしまうという可能性があります。だからといって壁を蹴って浮き上がってからずっと呼吸を我慢していると苦しくなってしまって、その苦しい状態で呼吸をするとたくさん息を吸おうとして呼吸動作が長くなってしまって、これもまた体が沈む水の抵抗をたくさん受ける原因になるかもしれません。ではどうしたらいいかというと、おすすめは壁を蹴って浮き上がって一かき二かき目で呼吸を行います。二かき目で呼吸を行うことで呼吸を我慢する時間というのは一かき分の短い時間で済みます。スピードが落ちてない状態で一かき目ができるので、より
壁を蹴った勢いというのをキープすることができるようになります。また一かきかいてる間に体が水平姿勢になっているはずなので、二かき目の呼吸をするときには水平姿勢でできるだけ水の抵抗が少ない状態で呼吸をすることができるようになります。例えば泳いでる時に壁を蹴って1かき目で呼吸をした時と2かき目で呼吸をした時に 0.2 秒の差があったとします。 50m のプールで 100m を泳ぐ時はスタートが1回ターンが1回あります。つまり単純に考えるとこれだけで 0.4 秒の差ができることになります。水泳の選手にとって 100m で 0.4 秒というのは非常に大きな差になります。また泳ぐ距離が長くなればなるほどターンをする回数が増えるので非常に大きな差になっていきます。 50m プールで 800m 泳ぐ場合はスタートが1回ターンが15回あるので、単純に考えるとこれだけで 3.2 秒の差が生まれます。今回は1かき目で呼吸した場合と2かき目で呼吸した場合の差を 0.2 秒で説明しましたが、呼吸動作が苦手な人というのはこの差が 0.3 秒、0.4 秒、0.5 秒とより大きくなる可能性があります。そうなった場合、長い距離を泳げば泳ぐほどこの差というのはどんどん広がっていきます。この浮き上がり後の失速を抑えることができれば泳ぐ時の姿勢の崩れというのも防ぐことができるので、水泳選手はもちろん海や川などで長い距離を速く楽に泳げるようになりたいという人がプールで練習する時も非常に効果的だと思います。ただ慣れるまでは少し呼吸が苦しく感じるかもしれません。一かきかいてから呼吸をするというのを意識して練習を頑張ってください。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。